はい、じゃあありがとうございます。なかなかねこんな話を聞けるのはないかなと思いますけれども、それではじゃあ次のコーナーに行きましょうか。ピーピングライフのですね、これが流れるんですね。はい、手塚プロ、タツノコプロ、ワンダーランド出演者座談会ということで、皆さんが優しいからほっとしてますよ本当に。もう呼ばないのに来ちゃうっていうこの感じね、自由な感じ。はい、それではちょっと今の見なかったことにしてもらっていいですか。いいですかね、すみません。それではゲストをお呼びしたいと思います。ピーピングライフの、監督ですね、森良一さん、それから出演者の、清野ゆかりさんです。皆さん盛大な拍手でどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、ちょっとなんかフライングで出てきちゃって。でもみんな見てないから、初めて見た、初めて見たそうですから。こんな近くにステージがあると思わなかった。びっくりしちゃった。廊下がね長いかなと。さっきリハしたから知ってるはずなんですけどね、びっくりしますけど。はい、じゃあ改めましてですね、じゃあ森さんの方から、ご挨拶をお願いします。ご紹介に預かりました、ピーピングライフ監督させていただいております森良一でございます。よろしくお願いいたします。よっ、監督。はい、じゃあお隣。はい、森くんの2番目の女の清野ゆかりです。冗談です。はい、ピーピングライフっていうバカップルの、はい、彼女役の清野ゆかりです。じゃんじゃんじゃん、よろしくお願いします。お客さんが優しい。優しい。ちょっと2番目の女ですって言った時ちょっと引いた人いましたからね、確実に。いやこれ楽屋の方でですね、はい、3番目の女ってこれ森くん言っていいみたいな。そう気になったみたいですね。2番目に2番目の方がちょっと面白い。なんでもないです。行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。じゃあちょっと着席で。はい、すみません。じゃあ行きましょうかね。ちょっとてんやわんやな感じですけども。いやもういいですよ、こう佐野さんのペースで。ありがとうございます。すみませんね。佐野ペースで。はい。そのちょっとペースつかみがてらですね。はい。まだこう入館証をね貼っつけたまま来てるっていう。いやこれ貼っとけっていう。これスタッフのパスなんですけども、普通取るんですよね。もうね本番始まったら。もうなんか結構気に入ってる関係者っていうのを言いたい。ちょっと言っていいですか。後ろで森くんこれつける外すんっつったら、つけるんだよって言ったんですよ。はめられました。なるほどね。そうだね。満ち溢れてくるような。満ち溢れてくるような。はめられ具合だ。いいですか、いいですか。じゃあ進めていいですかね。どうぞ進めてください。はい。じゃあ初めてのイベントということですけれども、じゃあ今回の DVD をこう作成した感想みたいなものをお二人に言っちゃいますか。お伺いしたいと思いますけども。じゃあちょっと清野さんから。いいんですか。はい。すごくこんな大手の手塚プロさんとタツノコプロさんとコラボさせていただきまして誠に幸せでございます。本当にありがとうございます。はい、それはなんか昨日の夜に考えた。いや実際どうですか。本音を聞きたいですね。本音をね。本音アトムになれて超嬉しいっす。よかったよかった。はい、ありがとうございます。なんかね、アトムとか言ってますけど、初めてこう電話して、そのさっきなんか手塚さん、タツノコさんとのコラボレーションが決まったよっつったら、いつ？いや違う。ちょっとテンションは高くなかった。手塚さんイコールアトムみたいなイメージがね繋がらなかったみたい。いや繋がってます。いやアトムだよって言ったらね。いや知ってる飛ぶやつとか言って。もうあっさい認識だったね。なんすかこのはめ具合今日。チーム待ってましたみたいに言ってますけど。いや本当嬉しいです。この目を見てください。嘘ついて。いらねえ。こんな感じで大丈夫ですか。なんかいい？大丈夫？はい、すみません。ありがとうございます。じゃあ森監督どうですかね実際に。いやもうなんですか、最初はやっぱりねドッキリかなって思いましたよね。そうだよね。
だってビーピングライフってその日常をねこう切り取るアニメーションじゃないですか。普通のテレビアニメがやってるようなこうエンターテインメントとかね、こうヒーローがいて戦って海賊王になったりとか、そういうのやるアニメじゃないじゃないですか。いわゆるカップルの喧嘩とかそういうことを描くアニメーションなのにもかかわらず、まずこう手塚さん、タツノコさんが一緒にやりましょうよって言った時ですね。どう思いました？できんのっていうのはそれありますね。そうですね。なんで答えようとするの？ごめん森タイムを奪おうとしました。すみません、どうぞ。森たがりですから。森たがり、すみません、森たがり。どうぞ。男みたいな声が出る。楽しいよっていう感じかな。あのコビどうです？楽しいよってそんなストレートに言うみたいな感じありますよね。いやなんか報復絶倒のとか、笑うよでも嘘やないですか。なるほどね。まあ笑いのセンスって人それぞれなわけで、楽しいよって嘘じゃないじゃないですか。僕らのね気持ち的にもですね。楽しいじゃないですか。すごい映像流れてますけど、楽しいは楽しいよね。笑うかどうかは別としてみたいな。楽しいよ。なるほどね。心の出し方ね、僕らのね。でなんかキャッチコピーの話ばっかりしてあれですけど、一周回ってこれかっこいいんじゃないかなと思った。楽しいよ楽しいよって。そんなストレートなね CM もないし、ポスターも見たことないじゃないですか。ひねってなんぼみたいな。ひねならないことがねとてもいいんじゃないかな。とてもいいと思うな。その合わせ技は何なの？打ち合わせしてきたの？なんでこう奪ってくる？ごめん森タイム奪ってた？すいません。でせいのさんなんかもっと喋りますか？でも今森くんのお話を聞いて確かにすっごい嬉しいなって思う気持ちは今なんですけど、やっぱ最初聞いた時そんな大手の会社さんがみたいな感じでちょっとポカーンとしてはしまったかもしれないですね。ご縁ですよみたいなことですよね。そうご縁ですよみたいなね。ご縁がねご縁ですよ。こういうこともありますってことですよね。佐野さん何が聞かれたいの？僕ですか？僕は司会なのでね別にないですよね。そこら辺はね。いや聞こうよ。なんかすごい2人が打ち合わせの途中で絶対佐野さんになんかぶっ込みますからねって言ってくるんですよ。そういうのいいからみたいな。僕 MC だから普通にやりますっていう話をねしてるので。いやうちはチームなんで。ありがとう。仲間だからね。行きましょう。だから佐野さんにもその作品のこと聞きたい。今回の。そうですよね。今回の。それこそ本当にいいのかと僕が最初お話を伺った時にもともとね辰徳さんとはやらせていただいたので、その流れはねありましたけども、手塚プロさんもそうですけどもだからもうスタッフ一同何考えてるかっていうといいのかっていう話ですよね。こんなのでなんかピーピングライフってこう見るとですねゆるいなみたいな、ちょっと楽しそうだな撮影もでこう楽しそうにワイワイやってんだろうなって思うかもしれませんが結構ガチでみんな真剣にやってたりして、特に佐野さんなんかはですね自分がやった後必ずへこむんですよ。そうですね。僕大体へこむこと多いですね。これ即興芝居がベースになってるんで、やっぱ面白いことを言えたか言えないかっていうジャッジは自分の中にあって、撮影した後にみんな笑ってるにも面白かったよみたいな、瀬野さんみたいなこと言ってるのにみんな自暴自棄に陥る。大体そうなんですよ。なんかこう僕らやってる時って結構その必死なんですよね。例えばバカップルの時とかもそうなんですけども、僕彼女並べるのに必死ですよこれ。必死。いやでも私も本気ですよ。で、そういうのがあるので、なんかこうなんでしょう、スタッフとか見てる時にどんな感じで見てるかってあんま目に入りならなかったりするわけですよ。とかチラッと見た時になんか笑ってなかったりするとあれこの路線ダメなのかなっていうすごく不安になるんですよね。でなんか終わるとなんとなくへこんだ感じになるみたいなのが通例でありますよね。めっちゃ面白いのねやっぱこういやなんか5、6かな。5、6頼むわ。何々君ブラックってやつがいるんですけど、どうですかね今回ので言うとブラックジャックですね。松本剛というやつがいるんですけど、そいつ結構ベラベラ喋る方なんで佐野さんその人を見てやっぱあれぐらいやっぱ知識量がいるな
言ってました。本読まなきゃダメだなとか映画の見てるようなのかなとかそうそうそう。なんか日々反省だよね。日々反省結構真面目にねそうそうサボれてないんですよね。だからサボれてない。サボれてない全然もうねサ人間をサボろうとか言ってる割には僕ら必死ですよ。もう本当に必死ですよ。大変人間必死大ですよ。変なんですよ。まあ清野さんだけはねサボってんですけどサボってないですよなんかお菓子食べてたりしますけど。いや食べますねそれは。お菓子は食べますね。はい。が食べてそんなに食べてないですし、はい。お菓子は何が好き？お菓子はベーグルが好きです。パンやねん。はい。行きましょう次。はい。他なんか質問はそうですね。じゃあ、はい違うこと聞かれたよ。じゃあもともとなんかねいろんなオリジナルのキャラクターとかっていうのがありましたけども、はいはいまあ例えば辰野子さんとか手塚さんとかってそれぞれどういうキャラクターを見たことがあったり知ってたりしますか？どうですか。リボンの騎士さんとかこれね手塚デイヤってやつアトムさんとか出てるんですか。出てますよ。あれあれあれ。あやってんすか。これも一応やってる。あまあこのへー時代の中ででそう見てこの流れおかしいですよ。一緒にやったじゃないですか。収録。まあそのリボンの騎士とか見てね研究してヤッターマンさんとかこれ全部嘘ですよ。全部嘘。全部嘘です。何も知らなかった。なんでそんなこと言う？いや見ましたよ。アトムとかはどこで知ったの？アトムとかどアトムこで知ったのとの？出会いは何なの。漫画ですね。いつの漫画。いつの人。何攻めこれ？漫画で見たの？漫画で見た。あ、家にあった。図書館か。出てまだなんだ。なんでそこ深く探る？でなんかちょっと知りたいですね。じゃあアトムをやるにあたってなんかちょっと心がけたこととかっていうのがある。そうこれですねこれ。これっす。困ったら飛んでくださいっていうね。そう監督の指示があって。これっす。ただでもこれ芝居実写で撮ってるんでもちろん飛ばないじゃないですか人間は。そうでこうやったら飛んだっていう設定なんで他のお茶の水博士の役の人はこうやってねみたいな結構演技力が必要とされる生徒さんがやるとアトムそう実は飛んでないんですけどそうなんですよ。これあれですか皆さん実はまだ買ったけど見てないっていう人いらっしゃる。そうだありがとうございます。もうイベントはいいので家帰って早く見てもらっていいですかね。流しちゃいましょうかね。まだ飛ぶっていうぐらいそうね。まあね楽しんでいただいてすみませんありがとうございます。最後までいてくださいね。すみません。じゃあ発売した後これが発表になった後の周りの方の反響みたいなもの。千野さんどうぞ。いいんですか？いいですよ。こがしてもらっていいですか？ゆかりタイムを。いいよ。やっぱりアトムさんをさせていただいてからちょっとちやほや感がちょっといただきました。ありがとうございます。今までちやちやチャーホン感もらえてなかった人生だったんですけど、何なんですか。ちやチヤホ感をまだ始まっていない。いただいてます。おかげさまでアトムをさせていただいたおかげで。なるほどね。ありがとうございます。皆さんにじゃあお礼言おうか。ありがとうございます。ありがとうございます。すみませんね。優しいお客さんでね。優しい。なんか飲んできたんですか。ノーマルです今。超監督はどうですか。僕はですねやっぱチャホワ感。どっかで聞いた。どうしたんですか。でもやっぱ若干かもしれないですけどちょっとかもしれないですけどやっぱチヤホヤ。いやでも森君は前から結構ちょっとされてあったんで。森君はチヤホヤされてるのにされてた。私はチヤホヤされてないっていう。でもこのアトムさんきっかけからちょっと生まれたチヤホヤが。アトムやりたかったですよ。佐野さんもアトムやりたかった。やりたかったね。私もやりたかったアトムを。でもリボンの騎士もやりたかった。佐野さん今回めっちゃ出てますからね。そうです。ありがとうございます。すみません。なんかいいのかっていう話もありますけど。僕ぼやっきしかやってないんです。ぼやっきもやりたかった。ぼやっき超うまいですよね。ちょっとぼやっきちょっと見たいですよね。見たい。見たいですよね。
まあちょっと前出ていただいて。それはそれはずいっすね。それはずいよね。そんなないじゃないですか。そんなないよね。あ、じゃあ私なんかあ、じゃあなんか待ってますわなんでわかんない。やります？さあ、もう今日こそは負けませんからね。ポチッとなーっていう感じですね。おお。これあれですね、音響監督のね方がいらっしゃるんですけども、はいその方本当にぼやっきのおう声優のはい方とお仕事されてまして、はご本人は知ってるわけですよ。はい。はい、ご存知なんですけども、その監督さんからですね、俺もうまいよと。おお、嬉しいですね。いやなんかね、そんな感じなんだよねっていただきまして、羨ましい。羨ましいね。生きててよかったなと思いました。思いますよね。うちごめんなさい、全然関係ないけど、さっきの清野さん全く必要なかったですね、これね。いやいやいやカバーしてる。カバーしてるいろんな森君のもんはいなるほどね。でもうちのお母さんもうまいって言ってた。ぼやき。そっか。お母さんとかお父さん褒めてくれると嬉しいですよね。嬉しい。はい。うちのお父さんはね、ブラック褒めてました。あ、面白い。ブラックジャックが鼻に持ってかれるぞ。そう。あの子すごいよね。あの子うまいよ。うまいよって言ってた。ノーズオンリーって言ってたからね。ひどいよね。すみません、時間があれですけども。あ、すみません。ちょっとね、まあちょっと技術的な話といいますかお、ピーピングライフがほほ。どんな風にできているのかというのもですね、ちょっと知りたいなという方も、あ、この中であれですかね、結構実際 CG とかやってますよっていう方は、そうですね、いらっしゃいますね。じゃあその方だけに向けて森監督がちょっとじゃあ説明を、そうですね。はい、一人でも得すればしてもらいましょうかね。やりたいなと思いますが、お、なんだこれは。これが流れるんですね。手塚プロ、タツノコプロ、ワンダーランド、作っていただいたんですねこういうのピース、ピーピングライフ、なるほど。拍手。じゃあ森監督の、ではちょっと佐はい野兄やんに代わりまして、はい、ではですね、ちょっとやりますね。はい、そうしましょう。手塚プロ、映像出ますかね。ワンダーランド。お、はい来ましたね。これですね。じゃあちょっとどきましょうか。じゃあメイキングオブピーピングライフということで、ちょっとサクッとどうやってねこのゆるふわ系のアニメーションが作られているのかっていうちょっとね箸休め程度にご覧になっていただければと思いますが、どうやってんだろうなこのアニメはってことでまずですね、このアニメーションは皆さんご存知かもしれませんが、即興のお芝居がベースになっていると。ただ即興といえどもね、本当にゼロからの即興だと何もできませんので、何をしている状況なのかということをですね、あらかじめ決めます。これはネタ設定と我々は呼んでいるんですけれども、芸人じゃないんですけどネタ言ってるんですけど、まずネタ設定というのを決めます。じゃあそのピーピングライフの元となるそのコアとなるね、卵となるネタ設定ってどんなもんだろう、こんぐらいのね文章なんですよ。文章量でいうと、これはですね、今回ちょっと手塚辰子さんのエピソードとは違うものをご用意したんですけれども、翔太と浩太のテスト勉強編ということで、翔太浩太という中学生のねおなじみキャラクターがいるんですけれども、キャスト佐野森と書いてますね。でですね、内容これだけです。たったねもうなんか4行程度の、テストの勉強を浩太の家で集まってやることになった2人と、で浩太の気になっている女子がですね、誰か他の男子と歩いている場面を見たと翔太が突然言い出すと、なんかの流れで浩太は気になっていることを悟られないようにですね、中学生の時っていうのはやっぱ思春期ですんで、別に俺興味ないしみたいな、知られたくない感じね。そう女なんてなんだいみたいなするんですけどそう必死でごまかす様を描くと、これぐらいの設定なんですよね、大体与えられるのがですね。じゃあそれをもとにこれをね、大体ですね2日 2days ですね、土曜日日曜日で行うんですが、それで大体ね、15本とかね、それぐらい撮影して採用されるのが10本と、それで DVD が動き出すんですけれども、まず最初にですね、実写の撮影を行います。どんなんかな。これ再現してみようと。場所をですね再現しますと、今回ですねイベントだからちょっとちっちゃめのねカメラ用意して
なんとなく分かるようにしてるんだろうなと思いますが、これ実際使ってるやつです。これちっちゃい、すげえちっちゃいやつです。めちゃくちゃちっちゃいすげえちっちゃいんですけどね、 HD 撮れちゃう。今すごいですこれ。時代だね。今もうこれなんか2万円ぐらいで売ってるんですけど、はい、これ使ってます。これみんなもこれ使ったらピーピングライフ作れますよ、大丈夫ですよ。だいぶ熱の入ったお父さんとかだと、うん息子さんのですね、はい運動会取りたいっていうやつの方がもうちょっといいかもしれないですね。あ、そう、はい、そのぐらいの感じなはい、のね。これピロリロリンとしてですね、はいもう一人伊佐山というですね、はい、ピーピングライフご存知の方だったら桐山くんというね観覧車の観覧車のが出ている桐山くんが大体カメラマンやってるんですよ、うちで働いてるんですけど、はいで桐山くんがカチカチやってそれで設定してですね、はい、で実際ですねモニターで映し出されるようになってまして、はい役者は位置関係がなんとなく分かるわかる。でですねまた今回ちょっと再現だから何も物がないんだなと思いますが、大体こんな感じではい、一切セットもないんですね。ないですね基本椅子があるだけ。そうそう、はいだけまあね、うんそういう感じです。それでここにテーブルがあるという体で翔太と浩太が座るわけです。ここで座ってると。であとは、監督が、なんとかなんとかテイクワン、用意スタート、カチンコパチンってなったら始めます。はい、監督が出てる場合は中島プロデューサーがはい言います。で始まります。はい、つかマジやばい。何？ちょっと本当マジ今回の気持ち絶対やべえ。でもさ、お前さ、いつもさやばいって言ってさ、なんか結構いい点取るじゃん。俺本当今回だけはマジでやべえ。何？でも古典とかさマジで本当さもう古典パンにちゅかさなんでさ何今の？もうお前ちゃんやれってやってるよやれって。俺歴史やってんの？お前歴史やってんの？ダメなの？古典やれよ。古典も歴史だよ。だろだつでにだななら丸とかやれよ。泣くよウグイス？もういい。つかさなんでさ女子ってさ大体平均して頭いい。思なんか大体頭よくね。う。負けず嫌いなんじゃね？結構まだやる？こんな感じで大体ですねこれをですねテイク10じゃないよ大体ですねそんなんやらない。はい大体15分とかねワンテイク取ってそれがテイク1テイク2テイク3ぐらい取ってですねそれを編集にかけるわけですよ。実写編集にかけるわけでございます。そうなんですね。実写編集というものをやるんですね。実写編集じゃあこの実写編集をですねちょっとされたものを何がご覧ください。本当はねもっとね15分20分と長いこと撮ってるんですけれども、それを5分間ぐらいにモザイクっていう。モザイクがかかってる話ね。あ、でもなんか人生に役立ちそうな言葉とか書いてあったよ。お前さ、糸おかしとかいう音が見たことある？あ、ない。どういうこと？超やべえとかそういうこと多分。の昔の人の流行り言葉。そう。だから糸おかし。糸おかしだ。超やべえっていうノリで言ってたの多分。マジで？うん。糸おかしい。糸おかしい。糸おかしい。てかさ勉強した方がよくあ、ね。やべえ。実際ピコピコね古典はこれ本時当やばい間軸が飛んでたりするわけですよ。全然ただ音で聞く分には一連の流れで会話のように聞こえると、うんはい、そんな感じで、編集が行われるわけですね。すごいねこれ。糸おかしいムービーでしたね。糸おかしかった。糸おかしい。映像あるっすで次にですねようやくその実写編集じゃで10本ぐらいやってですねそれで、プロデューサーさんとですねいろいろ話し合いしながらどれやるっていうことで10本厳選されるわけです。ベスト10がですね、じゃあこれアニメーションが決まりましたということでキャラクターのモデリングに入ります。モデリングというのはですね造形ですね。これは翔太くんですね、佐野さん演じる、はい、初めて見たよね。はい、こうやって見ていただけるとね結構ちゃんとやってんだなっていうふうに、そのサボってないよっていう話だよね。そうちゃんとなんだ CG というやつではないかっていうやつですね。だから CG 知ってる人から言ったらなんだよこれお前チャチやなっていうレベルだと思うんですけど、そうですか。
そんなことない。あ、そんなことないよ優しいですね。まあこれでやってるわけですので、キャラクターモデリングしましたと。で同時進行でですね、背景美術というもの、背景ありますよね、背景こう描いていくんです。もともと 3D からですね形作って、それで出力して、あとは Photoshop というソフトで、絵の上手い人がどんどんこうレタッチをしていくわけですね。キャラが載ってない背景がこれです。でいろいろ遊び心を入れてると、この多分これおじいちゃんのね部屋という設定、コータのうちですよね。で以前コラボレーションさせていただいたあるゲーム機が置いてあったりですね、有名ゲーム機が置いてあったり、あとはおじいちゃんが多分北海道行った時に買ったなんですかね、この熊の着物で、知ってる方だったら食いついてしまうちょっと木刀がね置いてあったりするわけなんであるんだろう。なんかどっかね持ってこれないはずだったのにね。なんか修学旅行的なところに行って買ってきたやつがこれかっていうような遊びを入れつつの、それで背景が完成すると、で背景と役者であるキャラクターが揃いました。でようやくアニメーションに入れると、先ほどの実写映像を見ながらその役者のね息吹をちょっと感じさせるようにアニメーターがですね、ちょこちょこアニメーションを作っていくわけです。手付けでねこうやってちょっとねよく分かりづらいかもしれませんが、このキャラクターのね肉体の中に骨組みが入ってまして、バイペットという骨なんですけど、それをちょっとこういうふうにポーズ決めて動かしていくと。で時間決めて、この時はこのポーズ、この時はこのポーズ、これは線がですねその全部指示が与えられている箇所です、ですけど、ピーピングライフはですね1秒間に15枚の絵をフレームレートというんですけれども、1秒間に15枚の絵を表示してアニメーションにしてるんですけど、それが、4分16秒本編尺があるので、フレーム数でいうと3840フレーム全部一連つけなきゃいけない。普通のテレビアニメだとカットが存在するんで、せいぜいカメラが動いて切れる次の絵になるまでって数秒だったりするんですが、ピーピングライフ5分間ずっとワンカットなんで、アニメーションする場合は手が抜けないわけですよ。ぐにゃってできないしね、ちゃんと人が触ってるような整合性を持たせながらアニメーションをつけなきゃいけないと、こんな感じで監督すごいっすよね。よくもう僕全然今理解できてないですけども、すごいっていうのはとりあえずわかる。すごいね、人間をサボってないかもしれないなと思っていただければいいのかなと思いますけど、そうですね、こんな感じでやってるんですね。で次の工程、先ほどのキャラクターのアニメーションだけしてもしゃあないので、口パクしたり目パチを起こしたりとかですね、フェイシャルアニメーションという工程がありますので、それをOK が出たやつ、森監督チェックで OK が出たやつは、次の工程フェイシャルというアニメーションに入ります。こんな感じですね。顔の表情ぐにゃーってなってますね。光沢君のね可愛い表情があるんですけれども、でここにねちょっとね見切れて見えないんですけれども、そこに表情のねリストがあったりして、口パク、目パチ、あとはへこみ口とか大口とか開けてですねやってるんですよ。うちはですね9人の会社なんですけど、フェイシャルやってるの1人なんですよ。全部1人やってるんですね。でこんな感じですよと。こんな感じ、どんな感じ、そのアニメーションが古典とかさ、いつ使うっていう話だね。後ろの動きとね、でもなんか人生に役見立ちてみるとそうな分かる言葉とか書いてあったよ。役者さんの動き糸おかしとかいう音が見たことある。よりアニメーションで誇張していく。ない。どういうこと？で横のやつ、そういうこと。骨しかないやつ、このバイペットという昔の人の流行り言葉。そうだから糸おかしい、気持ち悪い糸おかしい、超やべえっていうノリで言ってたんだ。マジで？ものすごく不思議だよね。これ四角い人がしゃべってる。糸おかしいっていうかさ、勉強した方がよくない？やべちゃんとですね、この役者さんが書いた時とかのものをちゃんと反映させて作っていると。でもなんか人生にでこれでアニメーションの CG での作業が、終わりましたんで、終わりましたので、コンポジットという作業に入ります。指示をさっき CG でねアニメーションしたものを出力書き出して、レンダリングというんですけど書き出して、あと事前に作っていた背景と合わせましてサンドイッチして、あと色味を変えたりとかですね、で微妙にちょっとなんかこういろいろ影を追加したりとかですね、加工して、ようやくアニメーションが完成するというわけでございます。やったね。やったね。これを10本分 DVD で繰り返すということですね。
なのでこの工程を毎週やってるのがピーピングライフ、宣伝になりますがワールドヒストリーという YouTube で無料で見れる、毎週バシバシ配信中でございますので、もしよろしかったらチャンネル登録していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。これ大体時間とか1本作るどれぐらい時間かかるんですか？大体ですね、1本で作ることはないんですよ。大体もう同時進行でやるんで、ただ1本換算、先ほどのネタ設定から全部もう今からスタートで1本だけってなると、おそらく1ヶ月ぐらいはかかっちゃう。おお、そんなに。はい。だ1500ね、75円、これ安すぎですよ。安すぎですね。はこれみんな1人10本ぐらい買ってもらわないと困るよね。そうですよ。学生証を持って映画見に行くのと同じ価格ですからね。考えたことなかった。レディースデーよりかは高いですけどね。どうして高い話しちゃったのかな。あ、すみません。それね、なんかちょっと安いなと思っていただけたら。そうですね。はい、ぜひ、まあ皆さんね買っていただいた方がいらっしゃってますから、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、メイキングオブじゃあメイキングオブピーピングライフでございました。ありがとうございます。